が近づいた北海道、お日様に照らされて雪と氷が溶けてしまい、冷蔵庫がない我が家では氷室に代わるシステムが必要になります。家電がない生活はとても不便ですが、発見を楽しんでいたりもします。道東で釣られた鮭と道東で育まれたステーキを分けていただき、冷蔵庫がないお家で鮭1本と1キロの肉塊を保存する方法を考えてみたり、山菜とハーブについて調べてみたり、図書館で本を借りてきて勉強しています。昔の人の知恵が素敵すぎて、家電なし生活もいいなと思ってみたり、思い入れのある図書館で学べる時間が好きです。クリスマスイブの日、私が暮らす古民家を内覧させてもらった次に来たのがこの図書館でした。リンの田舎暮らし。お家には冷蔵庫もレンジもなくて、洗濯機も故障しているので、洗濯板で服を洗っています。いつも着ているユニクロのパーカーとシャツはしっかりした作りですが、洗濯板で洗っているのでボロボロです。下着も毛玉でいっぱいですが、暖かいので手放せません。広いです。70センチの鮭を余裕で置けるくらいの広さがあるので、お料理がとてもはかどります。食器棚上部には車上生活時代の道具が並んでいます。下半分は調味料と近所の川で汲んできた天然水です。さまざまなリスクを減らすためにマイカップを使うようになりました。ふるさとを思い出すラーメンと大量の味噌とうどんを煮込む鍋があります。昔のようにい
一人前食べれる体に戻りたいです。アッケシウイスキー、単調を意味するサロルンカムイ、1キロの肉塊をくださったお姉さんからの引っ越し祝いです。後日、金額を知って頭がクラクラしました。260円のトリスが隠れています。鶴居村専用のゴミ袋と鶴居村のエコバッグです。台所から玄関の方へ。玄関は広くてとても日当たりがいい場所にあります。初めての越冬を支えてくれた靴たち。スニーカーは名古屋時代から履いているので糸がほどけてきていて臭いです。玄関を出ればお庭はとても広いです。玄関から門まで歩いて35秒かかります。お気に入りの場所です。ストーブがあるリビングです。この奥に和室が2部屋あります。ストーブの威力はとても強力で3月上旬の北海道の古民家、すべてのドアを開けっぱなしにした状態でストーブの火力は中。さて、お部屋の温度は何度でしょう。もしもし。最後の氷室から生の鹿肉を取り出してきました。サイコロ状にして叩くだけ。ミンチになるまで叩いてオリーブオイルと塩をかけて完成。料理名は鹿肉のたたきサラダ。コーンパンとの相性が最高です。バルサミコを入れても美味しいです。ごちそうさまでした。北海道の恵みに感謝します。ここがお便所です。